1000人以上のアメリカ人を対象とした2021年の調査によると、約3分の2の人々が過去1年間に植物由来の代替肉を食べていました。多くがその動機として健康と環境への配慮について触れました。しかし代替肉は本当に私たちや地球にとって良いのでしょうか。それでは挑戦者たちを紹介しましょう。私たちが食肉と呼んでいる屠殺された動物の肉は筋繊維、結合組織、脂肪という複雑な構造でできています。皆さんもご存知でしょうが、食生活での食肉の役割は私たち人間の起源まで遡ります。次の挑戦者は植物由来の代替肉です。見た目や味は食肉に似ていますが、タンパク質、炭水化物、脂肪など含まれる全ての分子が植物由来です。植物の分子を肉に似たものに変換させるのはかなり大変です。肉の繊維を構成しているのは長い棒状のタンパク質です。この構造を複製するには植物の球状のタンパク質を機械を通じて押し出し、ほぐして長い糸状にまとめます。製造会社は動物脂肪を模倣するため、植物由来の油と脂肪を混ぜ合わせます。ある有名ブランドはビーツのエキスを加えることで調理によってパテの色が変わるようにしています。別ブランドの開発チームによると、ヘム鉄と呼ばれる鉄含有分子を加えるのが肉らしい風味にするコツです。最終的に出来上がる商品は様々な形になります。最後の挑戦者は研究室で育った肉です。細胞から作られた肉とか培養肉として知られていて、研究者が採取した植物の幹細胞から始まり、培養して筋肉に形作られます。留意しておきたいことは、培養肉はまだ開発途中なので、商業規模の大量生産時には製法が変わる可能性がある点です。では、肉または肉らしきもののどちらが健康に良いでしょう。多くの人にとって食肉はタンパク質などの栄養素の重要な供給源ですが、研究により明らかになっているのは、赤身肉と加工肉が多い食生活と2型糖尿病や心臓病などの病気とが関係あることです。2012年のある研究では、赤身肉から鶏肉やナッツや豆類など他のものに1日1食を置き換えることで、死亡リスクは7から 19% 減らすことができます。赤身肉を植物由来のパテに置き換えて同じ効果があるかどうか、まだ十分なデータがありません。植物由来の代替肉が含むタンパク質、カロリー、鉄分は食肉と同等ですが、高度に加工されているので塩分が多いのです。多くに含まれるココナッツオイルは飽和脂肪酸が多く、食肉のように心臓病のリスクを上げる可能性があります。一方、研究室で作る培養肉は予想される栄養価と健康リスクは食肉と同じです。しかし商品開発がもっと進まないと確かなことは分かりません。では、どの挑戦者が環境に良いのでしょうか。畜産は人為的な温室効果ガスの 14.5% を排出していると言われています。ある研究によれば、植物由来の代替肉の生産により平均約 90% の温室効果ガスが削減できると推定されています。同量の牛肉と比べた数字です。豚肉と比較すると 63% 減、鶏肉では 51% 減です。植物由来の代替肉が必要とする土地や水は畜産よりはるかに少ない傾向があります。また、農場や水路に生産過程で排出される汚染物質のレベルはずっと低くなり、環境も公衆衛生も安心です。培養肉では現在では主に幹細胞の採取を家畜の筋細胞から行っています。しかし生産量が多くなったら、これらの生検にどれほどの動物が必要なのでしょう。また、畜産業に対し代替肉が削減する環境への影響がどれほどなのかは明確ではありません。代替肉に置き換えるのではなく、今まで通り食肉も食べ続けて、新しい選択肢として代替肉を選ぶとしたら、どの肉が栄養的に優れているか結論は出ていませんが、動物愛護や公衆衛生、環境への悪影響が個人的に気になるなら、植物由来の代替肉が一番でしょう。代替肉に切り替えるといっても 100% というわけではありません。2022年の研究では、赤身肉を1日1食控えるだけで個人の炭素排出量を最大 48% 削減できるとされています。我々は世界を救うツールと知識は持っています。しかし次の段階は何でしょう。
edo.ted.com/earthschool に行ってロードマップを開き、違いを見せるために取るべき行動を固めよう。